こんにちは。今日はこのナンバー4コードバンの靴の小刃仕上げやっていきたいと思います。結構この靴の作業としてはあんまり見た目の変化が大きくない地味な作業の一つなんですけど、非常に大事なので小刃を整えてピカピカにしていきます。前回靴底を縫い付けて縫い目を隠すところまで終わりました。今このソールの端っこはご覧の通り結構ヨレヨレ歪んでます。これをきれいにカットして削って磨いていきますね。まず包丁で大まかにソールをきれいにしていきます。はい、こんな感じで一応包丁である程度整えました。でですね、この靴内側だけベベルドウエストなんですね。外側はこんな感じで出し縫い細かく見えてるんですけど、内側の部分は出し縫いがぐっと奥に入って縫い目が見えないですね。これをさらにこの部分のソールをぐっと押し込んでよりアッパーと密着させてソールの見た目を少し細くしていきます。まずガラスで削っていきます。この部分のソールの端っこは薄くしてぐいぐい押し込んで丸め込むんですよね。なので先端にかけて三角形に薄くしていきます。はい、こんな感じです。端っこが薄くなってますね。この部分に水をつけてソールの端を押し込んでいきます。よいしょ。今この部分2センチぐらいやりました。この部分はまだアッパーとソールに隙間があるんですけど、ここでピタッと密着しているのがわかると思います。ソールを巻き込んでこのアッパーとソールの隙間にグイが押し込んでますね。こんな感じで内側のベベルでウエストできました。アッパーとソールが密着して隙間がなくなってますね。裏から見るとこんな感じですね。ベベルやるときって通常内側と外側どっちもやるんで、ここでグッと細くなってくるんですけど、今回内側しかやってないのでソールの細さとしてはそこまでではないですね。じゃあ次はこのソールのフロント部分にヤスリをかけていきます。でこのウェルト出し縫いする前にギザギザをつけてその印に合わせて出し縫いをかけたんですけど、これもう一回入れ直します。このウィールをまた溝に沿って転がしていって溝をより深くはっきりつけます。はい、ウィールをかけて目付けがパキパキっと入りましたね。出し縫いの間隔に合わせて三角形に山が立ってます。これファジングって言ったりするんですけど、ファッジ騙すみたいな意味ですね。で一説によるとこのウィールね、こうやって転がすじゃないですか。でウェルトに後つけるじゃないですか。でも実際にはこのウェルトの目印通りには縫わないっていうことが結構あるのかな、あったのかな。昔の話だと思うんですけど、もっとすごく細かいエッジのウィールを使っ
てでコロコロ転がすんですけど、それは見た目のこの飾り的な意味で、実際にはそのピッチでは糸は縫ってないみたいなね、ファッジウィールっていうんですけど、実際は縫い目じゃないけど縫ってあるようにごまかすみたいな、多分ねそんな意味があるんだと思います。ということでファジングができました。コバをガラスで削っていきます。ガラスをコバにかけて少しツヤが出ました。ここに水をつけてアイロンかけていきます。これ温めてない常温ですけど、この鉄の形を押し付けてコバの形を出していきます。こう手かけるとこの辺のコバのエッジがパキッと立ってきますね。今仮でかけただけなので、今度はサンドペーパーでやすります。で最終の仕上げやっていきます。やることはさっきと変わらずまたコテを当てます。よし、はい、コバできました。なんかこの見た目の破壊力がすごいでね、コバどうなったかというと、はい、こんな感じで光沢が出ました。こすって皮の繊維を潰しただけの光沢です。実際の感染的にはここにロウが入っていくので、もうちょっとギラついた光沢が出てきます。でこんな感じでコバのエッジがピシッとメリハリがつきました。前から見るとこんな感じで、このアッパーにソールがビタッとへばりついているのが分かります。このへばりつき具合っていうのはフルハンド、フックドイヤーとか機械メインのハンドソーンとかだと、もうちょっとこの辺がね、丸みがフルハンドでやるとこんな感じにビタビタにアッパーにソールがくっつきます。ソールはこんな感じですね。この内側の部分は結構絞ってるんでアッパー見えてますけど、外側は全然絞ってないのでアッパーはソール面から見えないですね。はい、この靴キッシュのナンバー4です。ハッシュタグキッシュ004を押してもらうと、こいつの制作動画一覧見れるようになってます。靴作りの再生リスト見てもらうと、この4番も含め今まで作った靴が見れますので、よかったら見てみてください。それでは本日の革靴の件でした。ではまた。